こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、メイクコードで Python6 シューティングゲームの作成についてお送りします。それでは、これから作るシューティングゲームを見ていきましょ今クリアしましたね。で、もう一回やってみましょうか。これで、敵に接触するとゲームオーバーになります。はい、じゃあ、もう一回やります。はい、これでクリアです。こちらは初期設定のコードとなります。変数モードはレーザー発射の時1に、停止する場合には0に設定されます。65行はレーザーのスプライトを設定します。66行ではプレイヤーのスプライトを設定しています。67行は上から降ってくる敵のスプライトのリストをクリアしています。68行は敵スプライトを動かした後、何ミリ秒プログラムを停止するかをスピード変数で設定をしています。69行は敵スプライトを下に何回移動したかを入れる変数としています。SP_N は敵のスプライト数を設定しています。71行の変数残りは敵のスプライトがいくつ残っているのかを入れています。72行から74行にわたってスプライトを入れるリストを作成しています。75から76行でプレイヤーの位置とレーザーの位置を設定しています。そして77行でゲームのスコアを0に設定しています。こちらが全体の動きをコントロールする on_line forever ループとなります。このループでは82行で敵スプライトを下に動かす関数 move_sp を呼び出します。そして判定2関数で敵スプライトとプレイヤーの接触を感知します。敵スプライトが1つ下がるとカウンターをプラス1加算します。そしてカウンターが4。つまり敵スプライトが加担に達したとき、y_line リセット関数を呼び出し最初の位置に戻します。こちらの on_line forever には、レーザーのスプライトを動かすループとなります。72行でレーザーがオンのとき、レーザーを発射します。93行でレーザースプライトを上方に1つ動かします。そして94行でレーザーが敵スプライトに当たったかを判定する関数を呼び出します。95行では、レーザーの速度を調整するため、50ミリ秒プログラムを停止しています。96行の if 文は、レーザーがディスプレイの上端に達したかどうかを判定します。上端に達するとレーザースプライトをプレイヤーの X 座標 Y、座標と同じにします。そしてレーザーを止めます。こちらは敵のスプライトとプレイヤーの接触を判定するコードとなります。5行のホワイル文でスプライトの数だけループを回します。敵スプライトとプレイヤーが接触しているかどうかを判定するのが6行の if 文となります。接触するとメロディーを流しゲームオーバーとします。こちらは敵のスプライトを下に動かすコードとなります。スプライトリスト SP_Line リストの数だけホワイル文でループを回します。そして Y 座標を1つ追加し下に移動します。また X 座標については-1より+1の間で移動します。こちらは敵のスプライトをスタート位置にセットするコードとなります。ホワイル文で敵のスプライトと数だけループを回し、Y 座標をディスプレイの上端に移動し、X 座標はから4の間の乱数として1決めします。そしてカウンターを0とし、まだ移動してないことを記録します。こちらは A ボタンおよび B ボタンを押した時のコードとなります。A ボタンを押すと、プレイヤーの X 座標を-1だけ移動します。つまり左に移動することとなります。同様にレーザーの座標も同じ値とします。そして32行で音を鳴らします。B ボタンについても A ボタンと同様に行います。B ボタンでは右方向に移動するようにセットしています。
こちらは A プラス B ボタンを押した時のレーザーを発射するコードとなります。ボタンが押されると、モードを1としてレーザーが発射されたフラグを立てます。そしてサウンド2関数で効果音を発生させます。こちらはレーザーが敵スプライトに当たったどうかを判定するコードとなります。52行のホワイル文で敵スプライトの数だけ接触の判定を順次行っていきます。53行の if 文で敵スプライトのリストとレーザーのスプライトの接触を判定し接触している場合は、スプライトリストより敵スプライトを削除し、残り数を1減算します。そしてスコアを56行でプラス10します。その後効果音3を鳴らし、もし残り数が0となった場合は、ディスプレイにクリアの文字を表示しゲームをリセットします。こちらは効果音サウンド2と効果音サウンド3のコードを示しています。以上でプログラムの説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。